こんにちは。お元気ですか？今日は4月25日の土曜日ですね。最近はビール飲みたくなるような気候ですよね。暖かくなってきて。スーパーとかに行くとね、ついついこのお酒コーナーを除いて、最近はどんなビールがあるのかななんてチェックするのがね、ちょっとした楽しみになってます。まあ、買っては来ないんですけれども、私家にストックしてあると、ストックできないタイプの人なんですよね。あると飲んじゃう。あると食べちゃうっていうタイプなので、お菓子とかアイスとかも同じなんですけれども、ストックはしないようにしています。なのでね、こう飲みたくなった時のために1本くらい買っときたいんだけれども、あると絶対結局飲んじゃうので、ちょっと買わないようにしてますね。うわ絶対今日飲みたいって思った時に買うっていうようにしてますね。これがね、真夏とかになるとやっぱり結構飲みたい頻度が上がるので、そういうシーズン的にね、夏とかは2本くらいはストックしてたりとかはするんですけどね。そんな感じなんですけど、そういえばスーパーに行った時ね、ふと思ったんですけれども、BGM が流れてるじゃないですか、スーパー内とかで。で、なんとなくこう、この曲懐かしいなーなんてね、こう思ったりすること多いですよね。そうそう、昔こんな曲流行ってたよねーなんて。で、そう思った時に、あれ、そういえば結構スーパーとかでかかってる BGM って、あの、なんだろう、いわゆる平成初期ぐらい、もしくは昭和の終わりくらいの頃の曲がかかってるのが多いような気がするななんて思ったんですよね。で、そっか、これってもしかしたら団塊ジュニア世代が一番こう青春時代を過ごした時の曲で、日本のね、人口の分布的に団塊ジュニア世代がやっぱり多いじゃないですか。で、さらにその世代はちょくちょくスーパーにやってくる世代としてもやっぱ多そうじゃないですか。ということはやっぱりスーパーでお買い物をしているね、世代の中で結構多いのがこの団塊ジュニアで、多分こうお金もそこそこ使ってくれてっていう、いわゆるこのスーパーからしたらこうペルソナというかターゲット層というかね、が結構この層なのかもなーなんて思ったりとかしましたね。団塊ジュニアって50代中盤くらいですかね。ちょっと違ってたらごめんなさい。ちょっと私よりちょっと上の世代っていうイメージなんですけれども、私は現在49歳なんですけれども、やっぱり流れてくる曲がね、私が小学校の時とか、あとは中学生だった時にすごく流行ってた曲っていう印象なんですよね。だからそれよりもうちょっと上の世代の人が、ちょうどこう青春時代というか若者だった時に流行ってた曲がやっぱスーパーとかでも BGM でよくかかってるなーなんて思ったりとかしましたね。だから私にとってもね、すごくこう懐かしいなーなんていうね曲だったりとかしますね。そんなことをなんとなく思ってたんですけどね。ちなみにさっき私は49歳でって言ったんですけれども、誕生日がね先月3月だったんですよね。だから私は早生まれっていうやつなんですけれども、なので私の世代というかね、学年の同学年の子たちはもう今年50歳になるっていう年齢なんですよね。だからいつ生まれなのって聞かれた時に早生まれなんですけど、ちょっとめんどくさいから今年50歳になる世代ですみたいな風にね答えちゃったりとかしますね。正確には誕生日は3月なんで、来年の3月に50歳なんだけど、
なんか世代的なことっぽいのを聞かれた時は、今年50歳になる世代ですねみたいな答え方をしてたりとかしますね。で、なんとなくこの前スーパーに行く時、歩いてる時になんとなくぼーっと考えてたんですけれども、私ももう50歳なのかって思ったりしてたんですよね。同世代の子たちが50歳になる年齢っていう意味では、もうほぼ50歳。私の場合は、正確に言うとあと1年ほどで50歳っていうことになるんですけれども、ものすごく遠く思えていた50歳というね、年齢がね、もう自分もなるんだなーなんて思うとね、ちょっとね、感慨深いなって思ったりしますね。もう若い時はね、40歳でもね、おばさんって思ってたのがね、そのおばさんをね、10年も通り過ぎて50歳ってなると、もうおばさん、おばさんっていうかね、なんていうかね、もうおばさんだなっていう年齢というよりも、もうしっかりおばさんが定着しましたっていう年齢だななんて思ったりとかしましたね。だからね、自分の中のマインドもなんとなくそろそろ50歳なんだ、私は50歳なんだっていうマインドにね、ちょっと移行していくというかね、私が50歳か、へえなんて思ったりとかしてね、ポテポテ歩いたりとかしてましたね。そっか、50歳ってこんな感じなんだ。50歳って見た目がこんな感じで、体の感覚はこんな感じで、ちょっと運動とかしたらこれくらいの感じで、そっか、50歳ってこんな感じかっていうのをね、なんとなく自分の体でね、自分を俯瞰して見つめながらね、歩いてたりとかしてましたね。ちょっとね、更年期という体調の不定収束みたいのがね、ちょこちょこ出始めたけれども、そんなに辛いっていうほどとかじゃなくて、特に最近はね、全然ないので、あんまりほてりとかもすごく少なくて、ほぼ体調は大したことないっていう感じで、歩いてる時の自分の靴とかね、服装とかを俯瞰してみてもね、服装を気にしないというかね、全然ここ数年お洋服買ってないから、特別おばさんっぽい服になったっていうことはないけれども、逆に気にしちゃうのは、もうアラフィフなのに服装が、ちょっと前の、もうちょっと若い人が買った時の服のままとかね、そういうのになってるかもなっていうのは思いましたね。私もね、別に年齢が自分がもうアラフィフだからもうちょっとなんて言うんだろう、その年齢に合った服を着なきゃとか、人から見てあの人おばさんなのにちょっと若作りっぽい服を着てるなとか、別にねそういうの気にするタイプじゃないんですよね。たまたま家にこの服があったからこれを着てるだけだし、家着がねちょっと明るい服だったからちょっとそのまま出ちゃったら、ちょっと若作りっぽい色になっちゃってるかもしれないけど、別にいいっしょみたいなねのとか、そういうのはありますね。なんだろう、ただ特に周りの目を気にして服をその年齢に見合った、世の中のこの同調圧力に応じて変えるっていうのはないですけれども、ここ5年ほど全然服を買ってないからっていうのもあるんですけども、ちょっともし新しい服をね新調するのであれば、今の自分に似合う色合いとか似合うデザインとかね、そういうのをね新たに楽しみたいなっていうのはありますね。やっぱりなんて言うんだろう、着せ替え人形、子供の頃遊んだバービー人形みたいなね、やっぱね似合う服とかねを選ぶっていうのが楽しいじゃないですか。で、昔は似合ったけど今は似合わなくなったっていう服とかね、手持ちの服とかいっぱいあるんですよね。特に思うのはね、昔これすごくなんか結構これ着るといいよねとかね、これポイントでこれを入れるといいよねって思ってた、いわゆるなんか暗めの色、ベーシックカラーですね。ベージュとか、なんだろう、
なんていうのかな、ちょっとこうグレージュとかグレーとか、そういういわゆるこうアースカラーというかね、そういうものが昔はね逆にいい感じっていうかね、あのちょっといいかまた同じちょっと語彙力がなんかちょっと素敵な感じだなって思えた色味の小物とかね、あとはちょっとしたシャツとかがね、今着ると地味なおばさんカラーになってしまったっていうのはありますね。ちょっとこの色入れるとちょっとおしゃれな感じに見えてたのが、今全く同じファッションでそれを着るとおばさんカラー、おばさんが地味な服を着てるっていう感じになってしまったみたいのがねあって、わすごいなと思って、着る人間が少し年を重ねるだけでなんだろう、落ち着いた色味がちょっと逆に昔はおしゃれでいい感じに自分とマッチしてたのが、ただの地味カラーになってしまったっていうのがね、なんかね悲しいっていうよりもちょっとウケるっていうかそうそう。だから、あれもしかしておばさんはおばさんになると地味な服を好んで着るっていう、そういう観点もあったかもしれないけれども、まあ昔、もうちょっと若い頃に、いわゆるアースカラーみたいなね、ちょっとおしゃれな感じで、着てた色が単純に自分がおばさんになったら、ただの、ネズミ色になったとかね、ただの地味服になってしまったとかね、そういうのもあるのかもしれないなと思って、我ながらちょっと面白くなったっていうかね。だからそういう意味では、こう、今の年齢に合った、こう、昔は、逆に言うと昔似合わなかったデザインとかね、色味とかが、なんか素敵な感じに似合うようになったとかね、そういうのは絶対あると思うんで、いつかね、こう、お洋服をこう買いに行く機会があれば、ちょっと今の自分に合ったデザインの服っていうのをね選ぶのは面白いというかね、そういうのをやってみたいなっていうふうに思いましたね。ちょっと普通の会社員とかで生きてたら定期的に服を買うので、そういうのもこう徐々にね、最近はこういうのがちょっとあれだなっていうのが徐々にこう変わっていけると思うんだけど、ちょっと私はここ5年ほどね、服を全く買ってないんですね。まあ、島村に行って靴下とか下着を消耗品とかを買うとかね、そういうのはあるんですけれども、あとはこうスーパーに行くための楽ちんパンツとかね、そういうのを去年2本ほど揃えたりとかね、まあ、いわゆる家着近所着と下着しか買ってない、下着と靴下しか買ってないんですけれども、だからまあ、いわゆるお洋服を買ったっていうより消耗品を買ったっていうのしかしてないんで、ちょっとこうなんて言うんだろう、服を買いに行くっていうそのあれが5年間ほどちょっとそういうのがないのでちょっとね、そのうち服を買いに行くことになったら、何かこうなんかそういうギャップを感じてしまうかもしれないですね。今の私どういうの選んだらいいんだろうっていうのがね、久しぶりすぎて、タイムマシンみたいに5年後の自分が洋服を5年ぶりに買いに行ったら、5年分老けてたので、ちょっと何買ったらいいのか、何が似合うのか、ちょっとその場でこう順応しなきゃなんなくて、焦ったみたいなね。そういう感じになるかもしれないですね。まあ、完全在宅で仕事をしているっていう理由と、あとは、まあ、ちょっとね、私が全然こうお洋服を買えるくらいの余裕の収入がないってことですね。生活費よりちょっと下回っちゃうぐらいの最近は収入なので、少し貯金切り崩しのね、生活にまたちょっと戻ってきてしまったので、まあ余裕がないんですよね。なので、まあ、ただね、外に出かける必要がないので、新しい服とかね、買う必要もなくて、コンビニとスーパーさえ行ければいいっていう感じなので。まあただね、こう、お洋服、いざ何らかでこう外に外出する機会とかができた時にちょっと困っちゃったりもするし、うん、まああとはなんていうのかな、そのお洋服を選んで組み合わせて着るっていうのってちょっと
なんていうのかな、そういうこう美的センスというかね、芸術的センスみたいのが問われる部分じゃないですか。特にみんなそこまで気にしてなかったとしても、結構そのスキルってすごく大事だと思うんですよね。だから脳みその中でのそういう部分がこうどんどん退化していくのは、ちょっと人としてもやばいなっていうのもあるのでちょっとね、お金がもうちょっと稼げるようになったらと言いつつ、どんどん収入が減ってるんですけど、最近そろそろその辺をね、頑張って考えなきゃななんて思ったりとかしましたね。うん。まあそんな感じで、ちょっと今日あたりスーパーに行ってビール買っちゃおうかななんて思いました。というわけで、それではまた。